どうも、偉大なるレトロゲームに取り憑かれた男、レトロさんです。今回はかなり賛否両論が分かれているファミコンゲーム、シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件を解説していきます。このゲームのスペックはこちら。発売元は東和チ機で1986年12月11日に5000円で発売されました。やはり有名なシャーロック・ホームズを使用したタイトルだったために発売当初からかなり期待が高かったのですが、明らかに子供がクリアできる難易度設定ではなく、純粋な子供たちに人生初めての挫折を与えたゲームと言えるでしょう。その中でも多く言われているのが、システム解説を平然と5機、理不尽な難易度設定、自画自賛、推理ゲームだと思ったらパックマンだったというものです。言わずと知れたアーサー・コナン・ドイルの有名探偵小説、シャーロック・ホームズシリーズを題材としたアクションアドベンチャーで、東和チ機の処女作でもあります。最後の事件終了後の時系列をベースとし、令嬢を誘拐した犯罪組織に迫っていく本作独自のストーリーが展開されます。本作の敵は令嬢を誘拐したオリジナルの犯罪組織パパイヤ団。ゲーム画面は見下ろし画面と横方向画面の2つを使った横スクロールアクションとなっており、市街では一般市民も歩いていますが、システム的には敵です。何もせずに触れるとダメージを受け、攻撃して倒すと見下ろし画面ではお金、横方向画面では情報が入手できます。このゲームのポイントとして推理力というものがあります。これは街の人から情報を入手するごとに上がっていき、虫眼鏡というシャーロック・ホームズには欠かせないアイテムを使うときに一定以上の値が必要となります。つまり、街の人々から情報を聞き出すという名目で喧嘩をふっかけ、倒すことで推理力が上がり、虫眼鏡を使って次のステージのヒントを探していくという流れになっています。これだけ聞くと少し物騒ではありますが、シャーロック・ホームズの世界をちゃんと構築して作られているゲームになっていて、とても楽しそうです。実際に楽しかったらとても良かったのですが、いくつもの問題点がありました。まず、ゲーム進行方法の不明瞭さがかなり際立っています。ゲーム開始後、街中にいきなり放り出されるのですが、どこへ行って何をしたらいいのかがさっぱりわからないのです。先ほども話した攻略情報の入手に使う虫眼鏡ですが、まず虫眼鏡の入手方法自体がノーヒントという鬼畜さ。街の人から入手できる情報も曖昧なものやヒントの体をなしていないものが多く、その上日常会話やシャーロック・ホームズって面白いゲームなんだってなどのようなネタ文章も多いため、必要な情報も埋もれがちです。そして説明書で使用しませんと記述されている 2P コントローラーが実際には攻略に必須という点です。まず、パスワードを入手するにもコンティニューするにも必ず痛恨が必要です。実際に痛恨を使うコンティニュー方法は説明書に書かれているんですが、2コントローラーは使用しませんの3ページ後に痛恨を使用した操作が書かれていることを作っている時におかしいとは思わなかったのでしょうか。さらに謎解きに痛恨が必須となるステージまで存在しており、兄弟に痛恨をへし折られた子はここで挫折するしかなかったでしょう。そして画面上に出てくる敵を倒しお金や情報を入手すると書けばアクションゲームとしては至って普通ですが、その相手が一般市民であり、入手する情報が探偵としての捜査情報であるため、いきなり襲ってくる一般市民を蹴り倒して情報をもらい、さらにお金を奪う探偵というシャーロック・ホームズを題材にしたゲームとしてはあんまりなゲームになってしまっています。何を考えてホームズを題材にこんなゲームにしたのか問い詰めたいゲーム内容ですね。ホームズであることを抜きに考えても、攻略情報やアクションの面でもかなり難しい操作や理不尽さを要求してくるため、単純にゲームとして非常に遊びづらい代物になってしまっています。その後に発売された続編の霧のロンドン事件や M からの乗船場はきちんと推理物に仕上がっており、シャーロック好きの方は
ぜひ今作ではなくそちらをおすすめします。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。